はい、ではここからアフレコでやっていきますね。はい、今回は味仙に行ってきました。言わずと知れた超人気の中華料理店ですね。今回は千種区の今池にある本店にお邪魔してきました。場所はですね、地下鉄東山線今池駅の9番出口のすぐそばにあります。味仙はこれまで何回か行ったことあるんですけど、今回本店に行くのは初めてだったんですけど、店内はとても広くて綺麗で開放感がある空間でしたね。で、本店は2階にも席があるみたいです。広くてテーブル数も多いんですけど、今回僕19時ぐらいに行って、ほとんど席が埋まってましたね。相変わらずの大人気です。で、スタッフも結構多くて、テキパキしてて良かったですね。で、大きなガラスで客席と仕切られている広い厨房の中には料理人もかなり多くて、で、中の様子を観察するのも結構面白いです。で、食べたいものはたくさんあったんですけど、青菜炒めとかね。青菜炒めもめっちゃ美味しいんですけど、今回は最初から台湾ラーメンを食べるって決めてきたので、当初の計画通り台湾ラーメンを注文しました。でもメニューちょっと写真貼りますけど、これメニュー見るともうあれもこれも食べたくなりますよね、やっぱり。で、そうこうしてるとまずこの水が運ばれてくるんですけど、青い瓶に入った。これが味仙の特徴ですね。もう1リットルぐらい入ってるんで、台湾ラーメンぐらい辛いのが来てもう安心っていう量です。で、台湾ラーメン頼んでだいたい5分ぐらいで着丼しましたね。第一印象はやっぱり器が小さいっていうことですかね。もう味噌汁の茶碗を一回り大きくしたぐらいの大きさなんですよね。ラーメンの丼としては明らかに小さいんですけど、意外と量はあるんで安心してください。中華料理屋なんでね、いろんなものを食べる前提があるんで、ちょうどいいサイズなのかもしれないですね。660円とラーメンとしてはかなり価格的にも安いんでね。でもさっき言ったように、食べ進めるうちに気がつくんですけど、かなり器が深めで、容積が大きい丼なんですよね。なんで麺がぎっしり詰まってます。で、表面にはオレンジ色のラー油的なものが浮かんでいて、少し大ぶりな粗挽きのひき肉とニラがたくさん入っています。で、スープはですね、飲むと見た目より意外とあっさりながらも、ひき肉がたっぷり入っているせいか、しっかりとした旨味が感じられますね。そしてスープを飲んだ数秒後に、ものすごい辛さが口内を襲ってきます。もう襲ってくるっていう表現がバッチリ合いますね。僕が知っている台湾ラーメンの中でもトップレベルの辛さなんで、辛いのが苦手な方は多分無理ですね。今回僕は辛いの好きで得意なんでスープまで会員しましたけど、真似はしない方がいいと思います。味仙かゆきちゃんラーメンの台湾ラーメンが多分名古屋で一番辛いと思います。で、辛くてうまいんで辛いもの好きな人にはたまらない一杯だと思います。で、今回僕が注文したこちらの台湾ラーメンも特に辛さを増したわけでもなく、デフォルトの辛さの味なんで、初めて食べる方は名古屋飯恐るべしだなってなると思いますね。で、麺もですね、緩やかにウェーブがかかっていて、これが辛いスープをよく絡めるんですよね。でもその独特の辛さとこの旨味が根強いファンが多いんで、食べたことない方はぜひ一度食べてみてほしいです。で、実は味仙は店舗がいっぱいあるんですけど、店によって台湾ラーメンの味とか価格が少し違うみたいなんで、軽くここからご紹介したいんですけど、まずこの本店はその1960年にオープンした味仙の1号店で、辛さが売りみたいです。で、次に大須にある、ヤバ店。ここも行ったことあるんですけど、ヤバ店はこの辛さと濃さっていうのが売りらしいです。他のメニューもやや濃いめの味付けみたいなのがこのヤバ店ですね。濃い味好きの名古屋人にはヤバ店がおすすめかもしれないですね。で、次はヤゴト店ですね。味仙は創業者の角さんっていう兄弟が運営しているんですけど、その中で唯一2代目が調理場で腕を振るう店舗らしいです。マイルドな味を売りにしていて、素材本来の甘みとコクを大切にした味わいで、価格も540円っていう、かなり安い価格で出しているみたいです。で、ヤバ店には僕も行ったことないんで、いつか行ってみたいですね。その他にも日清店や名東区にも店舗があったりして、それぞれまた違った味わいを提供してるみたいなんで、いつか味仙の台湾ラーメン巡りをしてみたいと思います。台湾ラーメンのみならず、他の中華料理もね、一級品なんでね、行ったことない方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもこのような僕が美味しいと思ったお店のですね、なるべく有益な情報を、小ネタを挟みながらお届けできればなと思います。もしこのお店美味しそうだなとか行ってみたいなと思っていただけた方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。